ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はデュラックとセラーンよ。DLC ドーンガードで追加された死体としておなじみの2人ね。彼らは従者候補でもあるから、人によっては従者を死体にするなんてとんでもないと考えるかもしれないけど、ルート次第では敵対して倒すことになるから、その場合は従徒にしても道義上の問題はないと言って差し支えないわ。従者としては優秀な彼らだけど、従徒としてはどうなのか、早速性能を見ていくわよ。始まるよー。デュラックとセラーンは片手武器と弓を得意とする遠近両用の戦士よ。彼らはずば抜けた特徴を持ってるわけじゃないけど、基礎的な能力が高いから、強力な武器を渡せばそれだけで十分な活躍をしてくれるわ。従者の中では珍しくエクストラダメージ持ちだから、武器による攻撃で他の従者より高いダメージを出せるわ。同じくエクストラダメージ持ちのラリスは弓の適性がないから、弓使いの従者としてはこの2人の方が上よ。ただし従徒として強い方かというと、そこまででもないのよね。敵対 NPC の中にはエクストラダメージ持ちがゴロゴロいるから、彼らは決して強い方とは言えないわ。それに従者と違って従徒は防具を自由に付け替えられないから、防御力にも不安があるわね。ただエクストラダメージ持ちの敵はある程度レベルが上がらないと出てこないのに対して、彼らはゲーム開始後すぐ入手が可能という利点があるわ。何よりドーンガードの従徒を引き連れてドーンガードと戦うのは資料術師感があって楽しいから、実用性よりもロールプレイ向きの死体と言えるわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがデュラックとセラーンのステータスよ。この2体は入手方法がほぼ同じだから同時に紹介してるけど、性能には結構な違いがあるわ。まずデュラックは弓の方が得意で、セラーンにはないクリティカルショットのパークを持っているわ。セラーンは片手武器の方が得意で、デュラックにはない剣士のパークを持っているわ。片手斧を強化するハック&スラッシュと、一番重要なエクストラダメージ 1.5 はどちらも持ってるから、パークによる違いはほぼないと言っていいわ。一番大きな違いは防具の適性よ。デュラックは軽装が得意で、セラーンは重装が得意になっているわ。ただどちらも装備してるのは軽装備だから、防御力ではデュラックの方が優れているわ。片手武器が得意なセラーンの方が防御力が低いというのは残念な点ね。従者としてならセラーンの重装適性も活かせるのだけど、従徒としてはデュラックの方がバランスが取れていて使いやすいわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。リフテン東のデイスプリング渓谷に入ると、ドーンガード城の前にデュラックとセラーンがいるから、倒せば彼らの死体が手に入るわ。この時点ではまだ彼らは敵対していないのだけど、ボルキハルルートに進むならいずれ倒すことになるから、この場で倒しても結果は変わらないわ。レベル10まで上げてデュラックから勧誘されるのが本来の流れなのだけど、ゲーム開始時点から彼らはここにいるから、死体を手に入れるのはいつでも可能よ。ただセラーンの方にちょっとおかしな挙動があって、死の獣人で蘇らせるとなぜか城の中に歩いて行ってしまうのよね。何度か蘇生し直せばそのうちついてきてくれるようになるから、一度こうなれば以降はおかしな挙動はなくなるわ。彼らの死体は消えることはないから、保存アイテムは持たせなくて大丈夫よ。ボルキハルルートでハルコンを倒すと彼らの討伐クエストが発生するのだけど、たとえこれを終わらせても死体は変わらず残り続けるから消える心配はしなくて大丈夫よ。ちなみにデュラックとセラーン以外のドーンガードメンバーだけど、イスラン以外は特別な能力は持ってないから従徒にする価値はないわ。それじゃあイスランはどうかというと、それについてはまた別の動画で紹介するわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はデュラックとセラーンについて紹介したわ。最強クラスの従徒と比べると物足りないけど、序盤から入手可能だし、彼らをドーンガードと戦わせるのはなかなか味わい深いものがあるから、ボルキハルルートに進むつもりなら早々に彼らを死体にしてしまうのも面白いと思うわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。